はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、AMT のモンスタートラックビッグフット、こちらの作業の続きやっていこうと思います。はい。で、一応前回の動画で、ボディのクリア吹きをやりましたんで、今回は、やるかやらんかどうしようかなって言ってたんですけども、やっぱり、研ぎ出しをちゃんとやろうかなと思いますんで、今回研ぎ出しの作業をやっていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい。それでは早速やっていきましょう。で、しばらくね、乾燥させたら、前のね、撮影の後よりも、さらにちょっと光沢が出たかなっていう感は、ちょっとあるんですけどね。こんな感じになりましたんで、やっぱりね、依頼品ってこともあるんで、しっかり磨こうということで、研ぎ出しやっていこうと思います。で、まずね、3000番の猿削りからスタートしていきましょう。中研ぎの時点でね、デカールの段差とかはもうほとんど落としてあるんで、この時点ではもう表面のね、肌を整える、鳴らすっていう感じですかね。鳴らすっていう感じでペーパーを当てていきます。軽くね、さーっとかけるだけでこんな感じで綺麗に表面ペーパー当たってくれるんで、これをね、全体にさーっとやっていきます。この時点でここまでの塗装だったりとか中研ぎだったり下地処理っていう作業がいまいちだったりとかすると、この時点で表面の柚子肌だったりとかデカールの段差だったりとかっていうのが結構がっつり出てしまって、ここで修正するのが大変になる。3000番でね、デカールの段差消そうと思うとね、まあまあ大変なんですよねっていうのもあるんで、ここまでの仕事がここで効いてくるっていう感じですね。で、それやったら2000番でやったらいいやんっていう話にもなるんですけど、2000番の傷をコンパウンドで消すのはそれはそれで大変なんですよ。じゃあ2000番と3000番でペーパーかけたらいいやんって話なんですけど、それも正解ではあるんですけど、やっぱね、この時点で2000番のペーパーを当てるっていうのはね、やっぱり下地を出してしまったりとかデカールを削ってしまったりっていうリスクがね、どうしても爆上がりしてしまうので、僕的にはあまりやりたくない作業かなと思ってるので、時間もかかりますしね、時間もかかるし、やらかした時のダメージがでかいっていうのもあるんで、なるべくそういうのをやらなくて済むような作業をここまでの時点で心がけるっていうのを意識してます、僕はね。そこは人それぞれだと思います。どういうやり方するのかはね。だってこの時点でデカール削っちゃったとかね、なったらへこむし、もしそれが絶版キットとかだった場合ね、これもう絶版キットなんですよ。だからデカールやらかしちゃうと代わりのデカールって手に入んないんですよねっていうのもあるんで、そういうリスクをね、少しでも減らすっていうのを考えたら、なるべくしないで済むことはしないで済むようにしてあげた方がいいと思います。こんな感じでね、3000番を全体に当てていきます。はい。で、一通り3000番のペーパーをかけ終わったんですけど、最近ちょっとね、このままコンパウンドというよりはこの紙安のね、交番手セットを間に挟むようにしてて、その方が楽かなっていうのがあるんで、4000番からやっていきます。で、この辺の番手になってくるとね、さすがにドライでやるのはしんどいので、
水研ぎでやっていきます。あんまりねもうここら辺になってくると研磨力がそんなに強くないっていうのもあるので、4000番を使って水研ぎで表面を削っていく。でこの時に、この3000番の傷をねしっかりとこの4000番で消し切るっていうのがすごく大事です。これだけに限ったことじゃないんですけどね、前の番手の傷をねしっかり消しきらないまんま次の番手に行っても、時間かかるばっかりでね全然傷消えてくれないので、しっかりねこの時点で傷を消しきると。そのためにはペーパーを当てる向きを変えてあげるっていうのが非常に有効なんですよね。だからさっき僕こう向きにかけてたんで、本当だったらねこう直角にこうやって当ててあげるのが一番なんですけど、ちょっとこう向きでかけるにはねこのパーツの幅が狭すぎるんですよね。なので、少し楕円を描いてるみたいな感じの当て方にしてます。で4000番って言っても、水研ぎしてると結構削れるんで、油断するとねこういうエッジの部分とかは下地が出たりっていうのはゼロではないので、そこはね気をつけながらやっていきましょう。でもちょっと時間かかっちゃうんで、ボンネットのこっち半分だけをやる感じでやっていきましょう。でこうティッシュで拭いてあげたら、これカメラでわかるかな、こっちはこう縦に傷がこう入ってるでしょ。縦にこう傷が入ってるんですけど、こっちを見ると縦向きの傷がほとんどわからなくなってると思うんですよね。カメラでわかるこれこんな感じになってたら、おそらく次の番手に行っても大丈夫だろうっていう感じなんで、次に6000番をやっていくんですが、紙安の6000番は行方不明になったので、6000番はラプロスを使います。でさっきこう向きでかけたんで、今度は縦向きでやっていく。研ぎ出しはね地味です。本当に地味なんですけど、光沢を出すっていう意味では結構やっぱ重要だったりするので、サボらずにねやってあげる。僕はねこの辺の番手になってくるとね、もう一応キーはつけてますけど、角を出すリスクはだいぶ下がるんで、この辺の番手になるとねだいたい僕は動画とかね、動画見たりとかアニメ見たりとかしながらやってることが多いですね。こうやってだいぶこれ3000番の状態ね、これが。でこっちが今6000番が終わった状態。だいぶねこのリングライトの照明が綺麗に映るようになってきたと思います。はい、そしたら次行きましょう。次が8000番ですね。でまた同じように横方向で下げていく。結構ねこの紙安の交番手セット、これはね一個一個めっちゃ時間かけてしっかりやってあげたら、この交番手セットだけでねクリアパーツが透明になるレベルで綺麗にヤスリ掛けすることができるんで、光沢塗装をやられる方は、ガンプラだろうがカーモデルだろうが、こう光沢塗装される方はね持ってた方がいいかなと思いますね。この紙安の交番手セットか、もしくはラプロスの6000番と8000番のセットは持ってた方がいいんじゃないかなと思います。結構いろいろ使えますからね。キャノピーとかクリアパーツに傷がいってる時とかに、
修復するのにも使えるんであるといいと思いますよ。ちょっとただまあこの辺の番手になってくるとね、まあ僕だけかもしれないですけど、まあ僕が貧乏症だからっていうのもあるとは思うんですけどね、このペーパーの替え時が分かんなくなるんですよね。まだ使えんじゃねっていうのでずーっと使い続けて、もうすでにこの子は何年っていう単位で使ってるんで、いつ買ったやろこれ、店オープンした時ぐらいに買ったんちゃうかな。だからもう4年ぐらい使ってんじゃないですかこれ。一時期ね使ってなかった時期もあったんですけどね、にしてもまだ使えるんですよ。だってまだ使えるんだったら捨てる必要もないなっていうので、ほらこんだけ綺麗になりますからね。これで8000番、この辺もうちょっとかな、まあいいか。はい、そしたら最後交番手セットの一番細かいやつ1万番ですね。1万番、もう1万番とかになってくるとね、これただの布じゃねっていう気もするんですけど、でもこれがね結構綺麗になるんですよ、不思議なもんで。こういう動画の撮り方するんだったらこっちペーパー当てないまんまの方が良かったかもしれないな。の方が研ぎ出しをした場合としなかった場合の違いが分かりやすかったですね。まあいいか。まあ研ぎ出しするとね明らかに綺麗になるんでね、違いは分かるでしょう。よし、ほらこんな感じ。もうほとんどねこれで終わりにしてもいいんじゃないのっていうぐらいね綺麗になりました。こんな感じでね、こんな感じで綺麗になったんで、これを最後コンパウンドで仕上げていきます。正味このコンパウンドはねここまでペーパーの番手上げなくても綺麗になるんですけど、やっぱそれなりにねゴシゴシやらないといけなくて手間はかかるんで、ある程度この辺ぐらいまでの番手までかけちゃえばこのコンパウンドがね一瞬で終わるんで、どっちがいいかはもうその人次第って感じですね。ここははい、こんな感じでどうでしょうか。でこっちが3000番でこっちが研ぎ出しした方っていう感じでテッカテカにテラッテラになりましたね。こんな感じ、こういう風にねしてあげるとやっぱりこの人綺麗に作ってはるなっていうイメージは持ってもらえるかなと思います。こうしなあかんというわけではないですけどね、普段から言ってますけど車種によっては旧車とかだったらねここまで綺麗だったらそれはそれでなんか逆に違和感があったりとかっていうのもあったりしますし、レーシングカーとかもね正直ここまでテカテカにする必要ないかなって僕は個人的には思ってたりするんで、好みもあるとは思うんですけど、こういう風にしたら綺麗になるっていうのを覚えておくといろいろ応用も効くと思うんで、よかったら、参考にしていただけたらなと思います。はい、そしたらね、あとは収録外でも他の部分全部磨いておきますんで、今回の動画はねこれで終わりにしようかなと思います。こんな感じ。はい、というわけで、今回の動画参考になった、面白かったと思っていただける方は、よかったらチャンネル登録、いいね、コメントなどよろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。